皆さんこんばんは。フォーラム8プレゼンツ玉木のスポーツジャーナリズムの時間です。このチャンネルはスポーツ文化評論家、玉木正之を送るスポーツの真の問題点を取り上げ考える番組です。コメンテーターの玉木正之さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい。今日の夏が、今日じゃないですね。今年の夏と言いまはい。すか。今年の夏というか、ワールドカップの期間と言えばいいのか。もうスポーツ界は山ほどいろんなことが起こってしまいまして、そのことを全部考えてもらうのに、最適の方2人を、今回は、招いてますんで、今やもう、なんて言いますかね。現代のスポーツは、もう限界に達したんではないかとうん。いうことになって、未来のスポーツは一体どうなるんだろうというのを、これから3回連続で話し合っていきたいと思ってはい。みます。本当、近代スポーツが生まれたのが19世紀ですからね、もうそろそろこれ、本当に限界がだなって私は思うようになったんですが、それの第1回目としては、もうワールドカップ、皆さんもご存知ですけれども、トランプ大統領を中心にといいますか、FIFA もぐちゃぐちゃになってるんじゃないかというぐらい問題が多く出ました。このワールドカップの金権の問題、お金の問題と、それと同時にですね、そのワールドカップの少し前にアメリカでエンハンストゲームという、要するにドーピングまるで OK というゲームがあったんですね。これも未来にはすごく大きな問題かなと私は思ってますんで、そのあたりから、その近代スポーツが限界に来たんではないかという話を、二人の先生方にと一緒に喋りたいと思います。ということで、今回のゲストは、成城大学の山本敦久さんと平尾剛さんです。山本さん、平尾さん、よろしくお願いします。よろしくお願いしお願いしよろしくお願いします。ます。ます。山本さんは、ワールドカップご覧になったでしょうか？もちろん見ました。もちろん感想としてはいかがですか？15年ぐらい続いてきた、ちょっはい、とこうつまらなくなっちゃったサッカーに対して、はい、まあ、スペインのね、まあ、はい、きちんとこうフットボールが復活してきたと。うん、ボールあをきちんとキープして、あ、パはい、スをして、選手が動いて、はい、ゴールを狙っていくっていう意味のフットボールの復権みたいな部分がちょっと見えたことは希望かなと。なるほど。うん。あ、ただ、まあ、はい、FIFA 問題は玉木さんおっしゃるように、はい、まあ今日これからね、何十分かで語り尽くせるレベルじゃないほどうん、はい。ひどい状態ですね。そうですね。まあ、いうん。ろいろありました。そのような問題取り上げたいと思いますんで、後でうん。よろしくお願いします。はい。それと、平尾さん、久しぶりです。よろしくおああ、久願いします。しぶりです。よろしくお願いします。平尾さん、つい最近また本を出されたということなんですけれどあ、も、はい。私のタイトルと同じタイトルのと言ったすみら、ません。本当にいえ、もでもとんでもない、とんでもない。う、スポーツって何だろうと。要するにはい。あなたと考えたい自由にスポーツを楽しむことというはい。ような副題がついてますけれども、これはどういう意図で書かれた本なんですか？はい。これは、まあ、エモン社の中学生の質問箱というあシリーズあ、で出したんですけども、はい、まあ、はい、例えば、ルッキズムって何とか、フェミはい、ニズムって何っていうような、まあ、うん、テーマで中学はい、生に対して分かりやすく、こう、説明するという趣旨の、まあ、ああ、シリーズで、まあ、スポーツを取り上げたっていうことになるなるほど。んですけど、はいまあ、部活動で、まあ、悩みながら、かつ、まあ、はい。励んでいる、中学生の方の力がですね、肩の荷がでうん、すね、降りるうん、ような、まあ、スポーツって本来自分で考えて自由に楽しむことなんだよと、うん、指導者の言うことを黙って聞いて、うん。暴言も耐えて、とにかくは歯食いしい。ばって苦しさを耐え忍んでってやるようなものではないんだよとかですね。なるほど。上手くなるっていうのは本当に自分の感覚をこうはい、はい。探っていく作業なので、それを
楽しめるような、ちょっと学術的なその考え方を噛み砕いて説明したりとか、まあそういうはい。内容になっております。ああ、そうですか。はい。まあ、私実はね、この夏に、関西のある高校生からね、はい。ホームページに、質問を受けまして、スポーツと戦争の関係についてのご意見を聞きたいとおいうーことがあったんですね。夏休みの自由研究で、それをおー取り上げたらしいんで、もう、すごくもう嬉しくなってしまって、うん。A46 枚ぐらいの返事を書いたんですけれどお、もね。あの、そういう中学生とか高校生あたりの子供の持つ疑問っていうんですか。それはいいですよね、平尾さんね。そうです。素朴ですから、本当ぎうん。くりとこう説明しようと思ってもなかなかうん。説明しきれなかったこうん。とを再びもう一度自分も学び直す機会にもなったりそう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 とか、そう。うん。非常になんかね、背筋が書きながらというか伸びましたね。ああ、そうですか。はい。私もスポーツと戦争についてなんて質問を受けたもんで、改めて考え直してみたら、明治時代から、体を鍛えるために体育をやるんだと、スポーツをやるんだというのがね、第一高等学校じゃないや、商科大学か。後の一橋大学ですけれども、そこの蹴球部、サッカー部がね、あの、一丁ことあった時に、た、あの、から、あの、役に立つためにサッカーをやるんだなんてことを書いてるんですよね。うーまあ、こん。のあたりから日本のスポーツっていうのは、というか体育というのはう変わっん。てきたんだななんて思いましたけども。まあ、そうですね。ちょっと話が長くなりました。平尾さんも今日、よろしくお願いします。よろしくお願いします。山本さんさ、サッカー、FIFA がいろいろ大揉めに揉めました。うん。もう、なんて言いますか。まあ、もともと32チームでやっていて、きちんとした、いい形かなと思ったら、これが48チームに増えてやった上で、次回の100周年記念大会には64チームうん。が参加することがもうほぼ決まったとうん。いうことで、その南米でもやるわ、パラグアイですね、第1回大会と、アルゼンチンでもやるわ、スペインでもやるわ、モロッコでもやるわ、ポルトガルでもやるわと、どんどん大きくなってきた、このワールドカップ、それをトランプ大統領の親戚に売りさばこうとうん。したことに対して大反対をした、ヨーロッパサッカー連盟、アジアサッカー連盟なんかで、インファンティーノ会長が取り下げたと。こういう大騒ぎがありましたけど、この一連の騒ぎ、山本さんはどのように見られましたですか？うん、やっぱり、まあ今の世界情勢と一緒でもタガが外れてますよね。あ近代以あ、降のいろいろな、まあフィクションとはいえ、いろんな約束事が、はい。全部外されてきていて、うん。うん、それで、例えば、今までだったらスポーツに政治が介入してはいけませんよ。はい。あるいは、権威主義的なリーダーが政治を利用し、スポーツを利用して、はい。何か自分の好きな政治をするっていうことは良くないでうん。すようん。っていう形の議論が多かったんですようね。ん。で、典型的なところだと、まあ、ナチスの1936はい、年は、はい。典型的な、まあ、ナチオリンピックは、スはい。ポーツの政治利用の代表事例だったわけですよね。はい、そうですね。はで、い。その時って、やっぱりスポーツを利用するうっていうん。考え方だったんだけれあど、あ、そう。でも、今回のトランプ大統領とインファンティーノとか FIFA のはい。やり口を見てると、はい。そのサッカーが利用されてるっていうことではなくて、うん。もう FIFA もトランプと一緒になって、うん。自分たちも政治経済の主体になっていこううっていうね、ん。その利用されるスポーツっていう議論がもうなくなってしまって、ああ、スポーツそれ自体がもう本当に新しい政治のインフラみたいになってきちゃってるっていうとあころ。あ、うん、そうん。れがすごくよく見えた大会だなっていうふうに感じましたね。なるほどね。それはうん、どうなんでしょう。インファンティーノ会長の特うん、質というふうに言えるのか、要するにうん、会長が変わったら、またうん、元に戻るという問題なのか、それうん。とも、現代のスポーツがやっぱりそっちの方に進んじゃったっていうふうな
言い方ができるのか、どっちなんでしょうね。まあでも徐々にスポーツがどうんどんどんん。どん変形せざるを得なくなっていて、うん。うん。で、スポーツは今までのその利用される美味しいものじゃなくて、はい。スポーツそれ自体が新しい政治や経済を生み出すためのインフラになっちゃってるっていう意味あでは、あ。多少リーダーが変わったとしても、うん。IOC のオリンピックも FIFA のワールドカップも、うん。なんかこ修正されることはないんじゃないかな。うもうとにかくん。大きなマネーとか、はい。大きな情報とか大きなマーケットをどん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 生み出すための大きなその政治経済の装置うであるん。ことをもう止められなくなってるなと思いましうん、たね。なるほどね。うん。この前、サッカージャーナリストの皆さんを、大隅さんとか、う後藤さん。んに出ていただいて喋った時に、うん。次回は100周年記念なので、うん。本当なら、パラグアイで第1回やったわけですから、確かにパラね。グアイなんか南米なんかでやった方がいいんではないかとうん。いう時に、今ワールドカップは1.7兆円から2兆円のレベルになってると。うん。それはパラグアイの年間予算と一緒だぐらいうん。の規模になってると。だうん。からもう無理なんだと。うん。一つの、パラグアイクラスのうん。国でやるのは無理なんだと。うん。これはこのスポーツがここまで大きくなったっていうのは、これは必然なんですかね、やっぱり。どこかでね、きちんとスポーツの方向性を定める時期があったかもしれないけうど、ん。もう外れちゃいましたよね。はだ、たかあたす、がもう外れてると思います。もう最初止められないとに言われた、思います。タガが外れたっうん、ていうのがもう外れてきたと。うん、その時に、例えばそのワールドカップだけではなくって、そのちょっと、去年ですか、クラブワールドカップもありましたし、うん、どんどん大きくなっていく、そのタガがまあ外れた中で、うん。一番迷惑を被っているのはどうなんですかね。選手なんじゃないですか。まあ、試合数増えるので、はい、そうですよね。選手はもうね、とんでもない疲労を抱えて、はい。すごいコンディションでやらなきゃいけないうん、うし、ん。それから移動も増えるでしょ。次のワールドカップなんて。あ、ね、いうん、そう、ろんなとこ移動して、試合数も多くてっていうことはい。は、そうすると、もう選手のコンディション云々よりも、どうやって収益を上げていくのか、うん、そういうところにもう、FIFA は完全にサッカーのコンテンツ化、グローバルコうん。ンテンツ化に向けて動いているので、もうそこも止められないんじゃないかとなる思いますよほどね。ね。平尾さんどうですか？今回のワールドカップ、ご覧になられました？ はい。もちろん見てました。え、おも、今の、山本先生の話で、ええ、タガが外れたっていうのはうん。本当に言えて妙だなとあ思ってて、あ、で、具体的に僕やっぱり見てて思ったのが、まず、ハイドレーションブレイク給水はい。タイムで、給水タイム。あれはあそこにいわゆるコマーシャルを差し挟めるっていうことだし、はい。やっぱりあそこで一旦ブレイクが入ることによって従来のサッカーのその流れみたいなものと違う流れがはい。生まれてしまうっていうことに関して、うん。多分選手はものすごく、まあそれに当然アジャストしてトレーニングはしてきたと思うんだけれどはい。も、競技にも影響を及ぼしてるなっていう点でももう外れちゃったなとも思いますし、はい。決勝戦のハーフタイムがうん。27分間になったっていうのは僕びっくりしてしまって、うん。もうやっぱ選手の立場で、なんでしょうね。もうそんだけ開くと体はちょっと冷えるというかう固まっていくん。し、なるほど。集中力も続かなくなるし、まあ当然うん。そういうね、準備もしてきたがゆえにスうん。ペインは優勝、きちっとパうん。フォーマンスを発揮してるとは思うんですけうど、ん。かなりの負荷がかかってると思うんですよね、選うん。手に。はい。そういう点から見ると、先ほどのその移動が多くなったりとか、ね、開催の仕方によってはってあるけど、本当にアスリートの身体をいいように、うん。ちょっときつく言えば、金儲けのう道具とん。して、うん。軽く見られてるなっていう点で、うん。僕もちょっとね、見てられなかったですね。ああ、そうですね。はそうですね。私もハーフタイムショーは、
私の趣味とは違うということもありまして、全然面白いとも思わなかったですし、うん。ただただ長いという印象しかなかったんですけれども、平尾さん、こういうのはどうなんでしょうね。選手の立場から異議も申し立てて直すことっていうのは、声出ますかね？うん。いやー、まあ、もうやっぱそこに行き着くんですようん。ね。現場サイドではどういうふうに感じてるのか、まあ、どういうふうん。うに意思表示をしようとしているのか、それともうん。仕方がないと思っても受け入れてるのか、うん。そこが本当知りたいところだし、でも今のうん。ままでは多分声が出てこないだろうなとは思います。うん、なるほどね。はい。ただ、まあ、選手は、まあ、選手もかなりの高級取りの選手ですよね。サッカーの場合はね。選手もお金を儲けてる。で、それで、観客も、もう、高い入場料というか入場券、チケット、あんな10万円も以上するようなチケットを、でも、超満員になるくらいで見に行くというような形がもう定まってしまったんですかね。平尾さんどうですか？ダイナミックプライシングプラのイシング。導入ですよね。まああれはね、言ってみればまあ、決勝戦のチケットなんかも150万とか言われ150てるわけですか万。ら、要はもう富裕層が見るものとして、はい。で、貧困層はグラウンドのスタジアムの外でビジョン見ながらとか、それもはい。すらも叶わない人もいうて、ん。その分断をこう、なんていうのかな、階層、貧困と、その富裕層と貧困層のうん。分断を可視化する装置になってしまったなってなるほどいうふうには思って、ね。そこはね、やっぱり変えていかない、うん。何かしらやっぱり変えていかないと、見たい人が見れない状況、一部のはい。人だけが視聴できる、うん。なんかそういうものになると、スポーツって本当に、なんていうのかな、終わっていくというか、もう終わりつつあるとうん。は思うんだけおど、伝わる。はい。非常に問題が多いなとはうん。思います。なるほどね。山本さんどうなんでしょうかね。そのダイナミックプライシングという、なんか名前だけかっこいい名前ついてますけれどそうですもね。はっきり言うとこれ主催者がダフ屋になっただけの話うん、そうですよで、ね。えこ、でもね、さっきね、平尾さんが言ってたことで重要なことは、えやっぱね、競技そのものに平気で介入するんですよ。ああ、なるほどね。そう、収益のためだったらルールも変えちゃうし、はいはい。うん、だから今回のバログン選手、アメリカのね、はい。レッドカードので、後、次のベルギー戦にすぐに出れるとはい。猶予にいう、なりました猶予、ね。一はい。年猶予っていうね。あれ、だからもうレフリーとか規う則委員ん。会とかそういうのなしで、トランうん。プとインファンティーノの間の電話でうん。決められちゃうっていうことですはい。よね。だからそういううん。例外を、政治権力が勝手に作れちゃう。うん。うだからそん。れを許さなかったのがスポーツの価値だったはずなんですうん。よね。政治と経済、ある程度影響はあるけれど、うん。そこからはある程度距離をとって中立性を保とうというフィクションうん。だけれども、それをお題目にしてきたことがスポーツのどこか良ああ、さではあったんだけれど、なるほど。それをもうあからさまに放棄して、うん。ルールを平気で変えちゃうわけじゃないですか。なるほどね。うん。だってレッドカードもらってもいいじゃんっていう話にいや、なったら、サッカーじゃなくなっちゃうってことですからね。そうですね。今、おうん。題目と言われましたけども、お題目という言葉は本当に悪い時によく使う言葉で、うん。実際悪いことなんですけれども、それが通っちゃうようになっちゃったっていう、うん。そこが一番大きなところなんでしょうね。うん。それの一番大きな形と言っていいのかどうかわかんないですけど、あのーおあれを、なんというか、エンハンストゲーム、うん。はい。これもまたトランプ大統領の長男が噛んでる会社が、多額の寄付をしてできた、競技大会で、おまけにドーピングですね。ごめんなさい。ドーピングという言葉が出なかった。ドーピングをとにかく OK にしてやったということで、世界新記録を出した、ギリシャの選手が、2億円の合計出場料と、それから世界記録を抜いた、ことで2億円儲けて帰っちゃった。
このドーピングを OK というのが、ある意味で、なんていうかな、僕は、あの、一度ね、ビートたけしさんがね、もうこんなものは外してやっちゃいいじゃないかとかって言って、ほとんどお笑いの人が冗談で言うような言葉だったのが、本当にやるようになってしまったっていうの。これはどう思われましたですか、山本先生。うん、これも、まあさっきのお題目っていうところから引っ張ってくると、はい。うん、そもそもだから近代スポーツって大事なお題目を持っていたんですよ。あ、なるほど、な暗黙のるほど。フィクションっていうかね。はい。要するに生身の体っていうか自然の体で、競技をしましょう。はい。これは非常に大事で、人間はうん。こう自然の体で競技に臨むんだと。うん。で、その自然である体をトレーニングして、鍛えて競争しましょうと。うん。だからドーピングっていうのは、そういう意味では外部から体に何か作用を与えて人工的に変えるので、それははい。自然の体ではないよと。だから、うん。スポーツには反するよっていうロジックだったんだけれど、はい。でもそれも普通に考えるともうこれだけいろんなテクノロジーが出てきて、うん。まあ野球選手だって肘をいっぱい手術して、ね、うん。体の中にいろんな人工的な作用が入ったりとか、はい。いろんなことが起きてくると、なんていうのかな、どこまでが自然の体なのかっていうのはもうかなり怪しいお題目であり続けてはきたわけですはい。よね。だからうそん。こがどこまでが自然でじゃあどこからが人工的な身体なのかっていう問いがかなり今難しくなってきているところにうこのエンハンストゲームがん。出てきて、はい。で、そもそもね、そのスポーツ選手だって恵まれた遺伝子持っている人たちの宝くじなんだから、うん。だからおー。エンハンストゲーム側の論理って、これ遺伝子うん。宝くじでしょって言ってて、あだから技あ。術を使って平等にしようっていうね、むちゃくちゃな平等論を唱えてるわけですよ。ああ、なるほどね。なるほど。うん。でもそうすると、じゃあ、与えられたその自然としての身体なのか、うん。それとも身体はどこまでも改良可能なプラットフォームになるのかっていうね、はい。そういう新しいこう問いが今回のゲームの中では登場してきたなと。ああ、なるほど。うん。だいや、から、今、でも私は山本さんの話聞きながら、うん、レッド・イット・ビーという音楽を思い出しうん、てたんですが、うん、かつてレッド・イット・ビーというふうに言っていた音楽が、うん、最近はありのままにという歌がうん、流行っちゃったんですよ。ディズニーのありのままにという流行った歌は、そうん、の歌をみんなが映画見てる人が一緒になって歌うわけですね。そのありのままにっていうのは、自分がお化粧をするのも、それから、綺麗な服を着るのも、髪の毛を染めるのも、それも自分のありのままだという考え方なんですよね。うん、で、昔の Let It Be っていうのは、それこそ自然に変えろ、ナチュラルに変えろというので、例えば女性はブラジャーをやめようとか、うん。強制するものをやめようというのが Let It Be だったと。うん、ところが Let It Go になってしまうと、ありのままになってしまうと、うん、何をやってもこれがありのままだと。うん。でありのままっていう言い方が全然180度変わっちゃっそうです。たっていう。それみたいなのがエンハンストゲームだと山本さんの話聞きながら思ったんですけど、そういうことですね、要するに。うん、だから近代スポーツが持ってきた、そうん、の暗黙のね、うん、フィクショナルな常識うがん。全部剥がされちゃってるっていうことですよね。なるほどうん。ね。だからひら、身体は本当は不平等なんだから、強はい。化して技術で強化すれば平等じゃないかうん、っていうロジックを出してきてるわけなので、うだからありのまん。ま、それもありのままでしょ。それでもありのままだと。そうそうそレッドイット B ではないけれども、レッドイッう。うト ん。GO で行こうとそう、そいうことになるわけですう。うね。ん。平尾さんどうですか、今の話は。いや、非常に面白くて、身うん、体に関して言うと、本当うん、にもうどこまでその暗黙的なね、フィクショうん、ナルなルールとしてやってきたものが剥がされつつあるって今山本うさんおっしゃいましん、たけど、じゃあその先にどうなるかっていうと、やっぱり身体をどう考えるかっていう、哲学みたいなものをちゃんとスポーツの中でもう一回作り直さないといけうん、ないと思うんですうね。うん。ん、うん、で、
やっぱりそのエンハンストゲームズが行われた背景にあるのは世界記録の更新、つまりはい。今まで見たことのないようなうん。速さ、パフォーマンスを見たいという欲望がある。うん。けれどうん。も、そうではなくて、もう、例えば100メートルを8秒台で走ることはないわけですから、更新されても0.001秒だったりするわけですはい。よね。そこに喜びを、更新がずっと続いてるときはみんな、今年は世界記録更新です。はい。カール・ルイスの時代とかもあったはい。けれど、10はい。秒切るとか、このうん。先もう見込めないわけであって、そうういう大きなん。感動をってなったときに、その数値とかで測れないようなパフォーマンスを、うん。きちっと、なんていうのかな、こう目指す身体というか、見る側も、パフォーマンスを数値とかで見るのではなくて、うん。例えば動きの柔らかさであったりとうか、ん。何かそういうふうなことにシフトしていかなければ、うん。スポーツに特有の、いわゆるエキサイトメントっていう興奮、喜はい。はい。び、そういったものの質をやっぱり変えていくような一つ今転機を迎えているような気がしまな、す。それでそういう意味では、なんか日本の武術的な身体運用といいますはい。か、やっぱり、あの、昔から年齢を重ねていって体をう練磨しているん。人たち、師匠の動きっていうのは、うん。誰が見ても素人が見てもやっぱ違うってわかるわけであっうて、ん。何かそういうプレーですようね。なんかそうん。いう見方を、いわゆるその外に広げていく、より強く、より速く、より遠くではなくて、なんかそれに代わるモットーみたいなものを作るぐらいの大転換を今迫られているんじゃないかなというふうには思いまな、す。より早く、より高く、より強く。というのは、これはもう明らかに近代の理念とでも言いますかね。それでローマオリンピックの時に、ボートで金メダルを取ったドイツの哲学者で、ハンス・レンクっていう人がいまして、この方がより早く、より高く、より強くではいけないと。いけないっていうのは、これよりプラスして、より美しくというのと、より人間らしくというのを付け加えるべきだというふうに言ったというのが私もすごくなんて言いますか、面白い考え方だと思ったんですが、このより早くより高くより強く、これがなくなる時っていうのは、山本さん来ないもんですかね。だからこのエンハンストゲームが目指しているところっていうのは、はい。結局こう、ね、遺伝子の不平等を技術でこう購入できる人たちが平等になれるっていう話なんだけど、そうですね。そう、だから誰が一番優れたエンハンスト技術を変えるのかっていう、また新うん。しい格差が出てきちゃうでしょ？でもそれはそうするでも近代のさっき言いましたうん、より早くより強くよりうん。高くっていうのを超えるものではないわけいや、ですよね。今度はより投資できるっていう話が出てくる。あね。あ、新しい尺度としてはね。すごいな。うん。なるほどよりね。早く、より高く、何でしたっけ、もう一個は。より強く。より強く、より投うん資できる身体に、今のスポーツはああ、向かおうとしているんだけれど、でも、さっきね、平尾先生が言ってて面白かったのうは、ん。結局、じゃあ今回いろいろドーピングやらせ、テストステロン91%ぐらいの選手がやってみたはい。りとかね。はい。でもね、言うほど世界記録出なかったんですよ。そうなんですそうそうそうよね。そう。たった一人の一個だけだったそう、と一個だけだいうね。から、結局、なんかこう、このままいくと、ただみんなが数値的に能力を高め続ける能力社会のモデルになるうだけで、ん。そうじゃなくて、こう、なんていうのかな、まあ、平尾さんみたいな、その身体の別のこう尺度の哲学みたいなものを、うん。スポーツは本当に探していかないと、うん。うん、ただの本当投資先になっちゃって、うん。人はずーっと記録のために最適化され、機械によって最適化されるものになっていっちゃうでしょう。はい。そうじゃないスポーツをやっぱり早く発明していくのが次のスポーツの誕生なんじゃないかなと思いますけどなね。るほどね。なんか、難しいところに入っていったのか、単純な方に入っていったのかうん。っていうのが、すごく判断の難しいところですけれどうん。も、確かに、こう、なんていうんですか、そのシフトチェンジっていうんですが、うん。それはもう、そこまでスポーツも来ているなっ
っていう感じはしましたですね。うん。ただ、そこで、また新しい動きがもう一つあって、これも一緒に考えたいと思うんですが、これは次回、それを考えることにしましょう。IOC がオリンピックで、全出場選手に、1万ドルの、お金を支払うということを決定したんですね。これはオリンピックの大きな、それこそ、ある意味でのシフトチェンジ。だと思いますけれども、そのあたりを次回喋っていただきたいと思います。今回非常に面白い話ありがとうございました。山本さん、また平尾さん、次回もよろしくお願いします。します。よろしくお願いします。はい。皆さんご覧いただきありがとうございました。次回のフォーラム8プレゼンツ玉木のスポーツジャーナリズムのテーマは、選手に1万ドルのギャラ、オリンピックは反戦平和を捨てエンタメへです。引き続き山本さん、平尾さんと共にお送りします。それでは皆さん次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。